そろそろお時間になりましたので開始できればと思います。三井不動産の藤井と申します。本日司会務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、まずはお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。今日5時から7時2時間というところで、最初の1時間ぐらいですね、ここでトークセッションいろいろ行いながら後半の1時間は皆さんグルーピングして分けてですね、こう上がっていただいたところの中でお寿司を食べながらネットワーキングというところできればと思ってますので、本日よろしくお願いします。でちょっと登壇者のご紹介はこの後させていただくんですけども、3名の方々プラスモデレーターの4名でですね、トークセッションをお送りできればと思っております。でちょっと最初に少しだけですね、今日のイベントを三井不動産が知っている背景というところだけ触れさせていただければと思います。あれ三井不動産ですね、20年前からこの柏の葉キャンパス駅周辺でずっと街づくりをしてまいりまして、いろいろとこの街を柏のスマートシティとしてですね、開発をしてきたというところでございます。で、昨今ですね、この柏の葉周辺でいろんな工事が行われていると思うんですけども、新しいですね、大きな企業の研究施設が立地したりだとか、あと賃貸型のですねラボの中に複数のですねベンチャーさんとかスタートアップさんが入られるような、そういう動きがこの数年で加速してまして、皆様方のようなアカデミアの方々、それは研究者さんもいれば学生さんもいて、であとそこに企業の研究者が来てという、とにかく研究の街になってきたなというところが、ここの数年の一気に加速している動きかなと思ってます。で三井不動産としてはそういった中から何か新しいものを生み出していくような場所にできるんじゃないかというポテンシャルにかけながら、今回我々不動産会社ですのでパートナーシップを組む形で、この株式会社レリックさん、今日登壇いただく金子さんもそこの所属ですけども、レリックさんとですねいろんなスタートアップとかビジネスを起こしていくというようなアクセレーションをされる会社さんとパートナーを組みまして、いろんなことを行っているというところの一環の中で今日イベントを開催させていただいて、ぜひこの柏のキャンパス、柏の地からですね何かを生んでいくというところに寄与できればと思っています。はい、というところで、ここからモデレーターと登壇者の方々に前にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。じゃあおかけになっていただいてよろしくお願いします。ではですね、ここからトークセッション大体1時間弱だと思いますが、進めていきたいと思います。まず私自己紹介です。三井不動産の高村と申します。よろしくお願いします。僕自身はですね三井不動産でもう20年ぐらい働いてるんですけども、そのうちの10年、要は半分ぐらいはこの新規事業作りとかですね、オープンイノベーションとか、あとスタートアップに対する投資とかですね、そういう仕事をやってきてます。ということで、この柏の葉でもですね、やはりこの今藤井君から説明がありましたけれども、この町からいかに新しいビジネスとかテクノロジーを世に出していくのかというところの担当をしておりまして、皆さんともいろいろ連携させていただければというふうに思っている、そんな立場でございます。で今日の登壇者ご紹介なんですけれども、まず真ん中にですね伊予木先生座っていただいてます。まず簡単に自己紹介いただけますでしょうか。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。伊予木と申します。私新領域の環境システム学専攻で今この建物の4階に普段います。もともとの専門としては私2年前に新領域で柏に来たんですけど、その前東大本郷の工学部で化学システム工学というところで材料の研究をやってまして、ゼオライトという穴のたくさん開いた材料で物を捕まえたりとか反応させるみたいなところが専門でやっていて、でその後今環境システムに移ってきて環境と材料をキーワードとした研究というのをずっとやっています。で最近はそのゼオライトを使って CO2 を回収しますとか CO2 を変換しますみたいな研究を中心にいろんな材料のリサイクルとかそういうことをやってまして、でもう一個今回呼んでいただいているのがここに書いてますけどプラネットセーバーズという会社を3年前に創業してまして、この会社がダイレクトエアキャプチャーと、大気中から空気中にある CO2 を直接回収するということを目指して、それを行う装置システムを作りますということを目指しているダイレクトエアキャプチャーでは日本初って言ってるんですけど、2050年頃にはもう10億トンの CO2 をもう大気中から取りますって言っている会社をですね立ち上げて、今そっちも東大と兼業という形でやってます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
今井沖先生おっしゃっていたプラネットセーバーズという会社なんですけども、実は三井不動産ともこの柏の葉で少し連携させていただいてまして、まさにその DAC、DAC のですね機械をララポットありますけれども、建物の上の方にちょっと空いてるスペースがあるんで、そこに置かせていただきましてですね、でどれぐらい回収の効率が出せるのかとか上がるのかみたいなところのまさに物を置いた実証という形でですねお手伝いさせていただいてます。そんなことが三井不動産できるよというふうに見ていただければと思います。もう大変助かってます。もう創業本当に創業間もない頃にお前ら何者だよみたいな感じでいろんなところに相手されない中、三井不動産さんが置いていいよって言ってくれて始まったんですよ、うちの会社。ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。西ヶ谷さんですね。はい、よろしくお願いいたします。株式会社アグロデザインスタジオの西ヶ谷と申します。で私はですね隣の先端生命の出身でして、2016年くらいに博士号を取りまして、連携大学院の農研機構という筑波の研究所にいたので、ここは年に2回くらい健康診断くらいしか来なかったんですけれども最後の健康診断が実はここでもう10年前なんですけど、10年間健康診断してないんですけども、何となく大丈夫そうな気がしますけど、会社役員は健康診断する必要ないんですよ。でそんな感じでやってますけど、当社農薬の研究開発をする会社でして、私の博士研究のテーマも消化抑制剤という農薬でして、でそれを実用化するために2018年に起業して、その後、なんとかかんとか今までやってるというところであります。以上になります。はい、ありがとうございます。ということでありがとうございます。はい、西ヶ谷さんは起業家という立場で今日、臨んでいただいているという形です。じゃあ最後金子さんお願いします。はい、金子圭一と申します。株式会社レリックというですね新規事業を支援する会社で執行役員を務めております。あとそれと同時にですね国立大学法人の東京農工大学で理事付をさせていただいているのと、大阪工業大学で客員准教授、あと立教大学で特任研究員といろんなことをやっている人間なんですが、キャリア自体は最初研究者からスタートしておりまして、特に大手企業さん、大手企業さんというのも変なんですけど、新卒がパナソニックに入社をして、そこから縁あっていろいろとですねチャンスをつかんできたというキャリアでございます。お二人と違ってですね、私はどちらかというとどこかの組織に所属をするというところと、キャリア的にも最初は企業に入ってっていうところからスタートしてますので、ちょっと一般人枠でですねお話しさせていただければいいかなと思っております。このエリアでいうと、私がもともとパワーエレクトロニクスの研究で産総研さんと共同研究とかをさせていただいてた時にですね、よくこの産総研さんであったりとか、あと筑波大学さんの方で学会に参加したりとかっていうところで、まさかこのタイミングでこのエリアでお仕事させていただけるなんて思ってなかったので、やっぱ未来ってすごく変わっていくなと思いながらここに、登壇させていただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですねそういったお三方で一緒にやっていきたいと思うんですが、今日は別にですね企業万歳とか起業家素晴らしいよねってことをここでお話しするつもりはありませんと、どちらかといえばタイトルにありますように皆さんの今後のやっぱりキャリアってことをねどう設計するか考えていくのかということがメインテーマです。でその中の選択肢に確かに起業ということもあるかもしれないし、例えば金子さんのように大手企業に一旦入ってみるということもあるかもしれないし、またアカデミアの道に進んでいくということも当然あるでしょう。さまざまな可能性があるわけなんですけれども、それを皆さんがこれから考えていただく中でこういった、いろんな実例のですね方々に出ていただいて、何らかのこのエッセンスを持ち帰っていただけるといいのかな、そんな気持ちで進めていきたいというふうに思います。はい、でまずですね最初の皆さんにお聞きしたいお話なんですけれども、少しキャリアという話になりますんで、学生時代から振り返っていただくようなそんなお話をいただければいいかなというふうに思ってます。学生時代どんな過ごし方をしていたのかとか、その時にどんなキャリア感を持っていて実際どういう選択をしたのかとかしなかったのかとか、そういうお話をいただければなというふうに思うところです。じゃあすみません、伊沖さんからですねこの辺のお話よろしいですか。本当に前大学にずっといたっていう感じで、私もともともう小学生ぐらいの時にはもう科学者になりたいって言ってたんですよね。だからもうだからその時イメージはサイエンティストの科学者でだけイメージしてて、で化学好きになったのが高校ぐらいなんですけど、高校の時に結構その教科の先生とか好きで科学やりたいなーで漠然と言って東大入ってきて、で進学振り分けとかでその時も今思うとそんなに深く考えてないとか、その時ピンときたぐらいで結構選んじゃうんですけど、選んでいってで研究室入って
でその時にゼオライトで材料出会ってるんですけど、これ研究室選んだのもともとなんかこの研究室楽しそうだな、飲み会楽しそうだなぐらいで選んでるんで雰囲気合うねで行って、たまたまそうかゼオライトあるんかって言ったら、もう卒論の時に結構どっぷりハマって、時代的にいつぐらいですか、学部入ったのが。学部入ったのが私は2005年入学です。はいはい、だいたい20年ぐらい前ですよね。ですね、はいはい、でハマって、でそれで結構なので結構すんなりとそのままもう博士課程行ってって言って、もう親とかも行くんでしょみたいな感じだったので、行ってずっと本当にこう研究していて、化けのこうラボにいてずっと手動かしてるみたいな生活をしていて、でそのまま漠然とその時もなんか なるようになるさぐらいでなって、大学に絶対いなきゃいけないと思ってなかったし、絶対会社とも思ってなかったんですけど、いろいろ運よく動いていくくらいなので、進路そんなに深く考えてなかったなってのが今思うと思ってました。まあ、あんまり深く考えてなくてもこんな感じになるよという考えてなかったからこうなったその時って少し時代も含めて、周りの友達とか同じこうゼミにいる人たち、どんな感じだったですか、研究室にいる人とか。時代で言うと、うちの学年って、学部で就職したか修士で就職したかが結構間にリーマンショック挟んでて、結構天と地みたいな感じの時ではあったんですよね。なので、結構苦労、でもそんなにも苦労してなかったかな。でみんな博士にそんなに残ろうって人は本当に今ほど多くなかったです。やっぱここ最近10年とかで結構博士の選択肢でもっともっと広がったと思うので、みんな普通はなんかそっちが会社行くのが普通ぐらいで、多分起業とか博士の選択肢は今よりももっともっと少なかったかなと思います。ちなみに僕が全然僕文系の人間なんですけど、2002年に社会人になった時に、ちょうど就職氷河期世代の最後ぐらい僕なんですけれど、まだねスタートアップとか起業なんていう選択肢は全くなく、なんならGoogle の日本法人ができたのがその2年前とかだったんで、やっぱりなんかいわゆる JTC という日本の大手企業に入るのが当たり前で、外資とかコンサルみたいなのも今ほどキャリアなかったんで、なんかだんだんやっぱりこう変わってきてるなって感じはねしますけどね。はい。じゃあすみません、西ヶ谷さん、その学生時代というところでいうとどうでしょう。そうですね、私2016にここ博士取ってるんですけども、大学入ったのは2000年でして、だいぶ博士課程長くやってるんですけども、もともと中学生の頃に Windows95 とかが出て IT 系が盛り上がったところで、シリコンバレーとかの起業ブームといいますか、そういう流れが来たので、いつか起業したいなと思ってはいたんですけど、憧れてはいたんですけれども、ただ2000年くらいになると今度はバイオブームが来まして、でそっちも面白そうだなと思って、で静岡大学の生物系の研究室に理学部に入りまして、でその後奈良先端大に修士まで行って、ここまではうまくいったんですけれども、博士になったらなかなか研究がうまく論文も出ずにですね、で当時ポスドク1万人計画くらいだったので、今よりももうちょっと博士課程のイメージは悪くなくてですね、いいイメージだったんですけれども、でもなかなか取れなくて、オーバードクター3年して7000の博士6年いて、でも取れずに、7000の博士って6年間しか入れないので、その後どうするか、でも博士号は絶対取りたいと、当時の指導教官に言いましたら、だったらお前もう一回博士号入り直してやってみやがれって言われまして、で、ちょっと共同研究してた先生が農研機構の先生で、つくばにあります農研機構の先生で、そこが新領域と連携協定で向こうでも博士号を取りましたので、そこに行って、で結局そこでも3年で取れずに4年と半かかってしまったので、博士課程を10年と9ヶ月するという、親にはとんでもない迷惑をかけたいうようなところをやってました。でその途中で奈良先端からこちらの東大に来るときに、それまではちょっと理学部的な基礎研究あまり実用的にならないのをやろうっていうような、なんか理学部的な雰囲気だのがマインドだったんですけど、ちょっとこちらに来てからはもうちょっと役に立つことをやってみようと、ちょっとやってみようと思って、で農薬の方の研究にどっぷり使ったら、意外とそっちがハマって、今まで続いているというところでありますね。今のお話の中で少しその役に立つことやってみようみたいな、少しこう、気持ちの変化みたいなことがなんかポイントであったんですかね。
気持ちの変化といいますか、想像してみてください、はい博士課程を通常3年で終えるところをオはいーバードクターさらに3年やった、もう精神のどん底ですよ。はいでこれでもう一回博士号やり直すと言ってもまた同じことになるかもしれないと、これはちょっと変えてみなきゃやべえなと思って、なるほど。昔の理学部って役に立つことをやるのがちょっと科学への冒涜だみたいな雰囲気がまだ2000年頃ってもう真理を探求する方に行っあったんて、ですよ役実用じゃ違うんだと、で静岡大学の医学でなんかそんなところもあったので、はいでそれがマインドだったんですけど、ちょっとそれはもう一旦やめようと思って、もうなんか役に立つというか、もうちょっと金につながるというかKPI がはっきりする、はいはいはい医薬ってKPI はっきりしてますので、それをちょっとやってみようと思ったら意外と楽しかったっていうなるほどのがありますね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、それに対して結構対照的な金子さんの、就職というね道を選んだ感じですけれども、はい。そうですね。私学生というのを実はキャリアの中で3回してまして、1回目が2012年に学部に入学して2018年に修了している工学の時代、でその後2021年から2023年が経営学の修士を取って、で今博士課程に通っているという、実は博士の学生でもあるという形なんですけども、今回のお題でいうと1回目の学生というところの時代ですね。私所属がパワーエレクトニクス研究室というところで、当時の指導教官がパナソニックの研究所出身の方だったんですね。でその時にすごく言われて、いまだに覚えているのが、頭が良くない人たちというのは一生懸命頑張らなきゃいけないんだと、で一生懸命頑張るっていうのは何なのかというと、研究室に来て、眠くなるまで研究して寝て起きてもう一回研究するんだと。でも頭のいい人もそうやってるかもしれないですよ。で頭のいい人たちもそれやってるじゃんと思ったんですけど、それはその時に言われて、でも確かにそうだなと思ったのが、やっぱエレクトロニクス系で私は回路を作ってそのいわゆる波形であったり特性を評価して、それをベースに学術論文に下ろしていくってことの作業の中で、一定数手を動かさないと見えてこない世界もあるっていうところを本当に詰め込んだ生活でした。でちょっと大学の特性上学部の3年生の4月から研究室に配属できるっていうところだったので、学部3年生から M1、M2 なので3年間研究させていただいて、その間に実は台湾と中国の大学に研究留学を向かせていただいたと。で正直拙い英語でコミュニケーションでもやっぱり共通する事象を持ってコミュニケーションができるので、なんて素晴らしいんだと。なので就職の時も技術さえ突き詰めていけば世の中の人たちと本当にハッピーなコミュニケーションが取れてですね、いいものを作っていけるんじゃないかってところでほぼ迷いなくですねそのまま指導教官パナソニックだったので、じゃあパナソニックだというところで、パナソニックに入社をしたというその形です。で配属もですね指導教官の研究所系列の事業にそのまま配属というところで、それはパナソニックでは普通のことなんですか？珍しいと思います。私はインターンシップの時に強くその事業配属を希望させていただいて、逆に言うとそれ以外の領域だともちろん共通知識で生きる部分もあるんですけど、なかなか生ききらないというのと、それは得意な方がいらっしゃるので、私はこの一点突破でいきたいってことを、就職活動の面接って5回か6回あるじゃないですか、ずーっと同じことをいろんな面接官で同じことをずっと言い続けるっていうところで、そしたら結果的に蓋を開いてみると見事そこに配属されたというところでございます。だからこれが全部が全部ってことじゃないかもしれないですけども、やっぱ就職というある種会社に身柄を預ける中においても、専門領域に対するこだわりだったりとか、そういうことを伝えていって、実現するケースもありますっていうような感じなのかな、取れ方としては。ちなみにそこまで押したのに2年間ほどで経営企画の方に移動しているので、なんだそれっていう感じではあるんですけども、でもやっぱ押し通すところってすごく重要だなっていうのを、学生時代も思ってましたし、やっぱりやりきるというのが表現いろいろありますけども、なんか大事だなってことはすごく感じています。わかりました。ありがとうございます。というような感じで社会人としてのキャリアをスタートした皆さんなんですけれども、それぞれにまた転機ということが訪れていますという形です。Q2 に行きますかね。例えばですけれども、伊尾木先生になるとやっぱり大学に籍を置きつつ、起業されるという道を今回選ばれて、数年経ってらっしゃるわけなんだけれども、その辺はなぜそっちに行ったんですかというあたりの話をいただけますでしょうか。ありがとうございます。私起業する前ぐらいって、自分でやってた分野って割と
社会で使われてるさっきのお話じゃないですけど、はい役に立つという工学部だったんで、はい割と役に立つで役に立つんですって言って研究したんですよね。はい4年くらい前に東大の中でファンド X ってこう企業の支援しますよみたいな人たちが、東大の教員とかいろんな人たちの話ちょっと聞いてて企業興味ありますかとかって聞かれてたんですよ。はいでその時に私なんて答えたかっていうと、いやうちの分野って会社と共同研究とかやってて結構社会近いんですよみたいなぐらいで、自分でやるはあんまり意識なかったんですよね。うんでもその時にそこの話をしてて、私その前にポスドクでアメリカで研究員やったんですけど、その時研究室一緒だった学生だった人がアメリカで起業して成功してて、はいはいはいその話をそのファンド X の人づてでファンド X の人になんかこの人この会社作ってた知り合いですよって言ったらってみたいなぐらいに成功してて、ちょっと悔しくなって、一緒に研究室サボってボード行ってたんですよ、スキー行ってたんですよぐらいのがやっててっていうのをインプットされてる状態の後にたまたま今社長で一緒にやってる池上っていうのが、はいメールくれたんですよ。うんそういうので今会社の子にやりたいんですみたいな、最初スパムかなと思ったんですけど聞いたらなんかこう冷蔵起業家で今その時点で一社やってたんですけど、もう一社こう環境系とかやりたいと。でそれ関係ありそうな大学の人にこう片っ端から送ったって言ってで50人ぐらい送ったうちの1通らしいんですけど、もともと知り合いだったんですか？全然知り合いですそのメールが最初。メールが最初へーでそれでスパムかなと思ったけど、なんかホームページ見たら一応実在してる人っぽいなと思って、はい会って話聞いて、結構年もほぼ一緒だったのもあって、結構意気投合してじゃあやりますかってやれるかどうかちょっと考えましょうかって言い始めて、はいもうその時からなんかマインドちょっとこれ何を作ったら誰がどれぐらいで買ってくれるのかなみたいなのを初めて知ったみたいな、それまでが結構もう大学の本当に研究で、だから役立つなんて言ってたの甘かったなとか思いながらそこで知って、そこでなんか向いてったみたいな感じで、ちょっと外堀埋まりつつ、そのきっかけがあったんでそっちになんか一気にグッていったみたいな感じでした。まあでもなんか今のお話聞いてて、そういうふうに誘われてなるほどって流れてた感じもあると思うんですけど、逆にやっぱりこう今まで社会に役立つって言ってながら、それ全然違う次元の話だよねっていう感じられるぐらいには結局違う次元の話だったわけじゃないですか。ってなると、そんなところに飛び込むのってやっぱり怖いなとか、なんか違うんだよねと思って拒むという選択肢もあったような気はするんですけれど、そこでスッと行っちゃったんですか？言っちゃいましたねちなみにそれはなんでだろうって少し掘り下げてみると。そこがちょっと、ダイレクターキャプチャーの話になるんですけど、はいだから一応 CO2 吸着とかそう研究とかでやってて、全然別でこうなんか経産省の有識者会議とかそういうの呼ばれてって言ってて、はい状況は結構ちょうど同時進行ぐらいでそこら辺の知ってて、アメリカでこうボコボコスタートアップが出てきてるのは知ってたんです。で日本でどうかなっていうの状況がちょうど同じぐらい情報集まってて、大きい会社の人とか聞いてても、いやちょっとまだリスキーでも技術分かんない人で手つけてないんですよ。はいはいはい。でそれででもカーボンニュートラル、そういうカーボンクレジットとかの話はどんどん進んでって、欧米主体で進んでって日本やばいなこれと思った時があって、で本当になんかやらなきゃで誰かがやらなきゃは結構大きかったです。これやらないとまずいと思って。でその時にたまたま声かけられて、俺もやる側に行けるんだなとか行くんだなっていう感じになったっていう。でそれでじゃあ何やろうって思った時に、じゃあそれをやろうと思ったら本当にもう大学の研究とかでやってたような小さいものじゃなくて、もう大きい装置作って大量にもう世の中出していかなきゃいけないってなった時に、これもう大学の仕事じゃないなと思って、大学で多分それやっても何も論文書けないことでもあるし、だから良くも悪くもさっきの評価軸としてはもう90度直行してると思ってて、大学の論文とかの新しい新規の研究とその社会実装のビジネスに対してとしてねっていう、だから全然違うんだなって思って、でもちょっとなんかやらなきゃいけないことでもあるし、ちょっと面白そうだなと思ってもなんか飛び込みました。起業家とか起業って話になると、なんか自分がこうなんていうかな、リーダーシップになってやっていくっていう道が当然まずは想起されるところだけれども、今みたいに池上さんっていう人が誘ってくれてそれに乗っかるという形の起業の道の踏み入り方もあるなという話もあるし、あと今ポイントになったのは池上さんがいわゆるシリアルアントレプレナーで何回かやっぱりやったことあるわけじゃないですかと。そういう人でやるんだったら若干心強いじゃないけども、ね、なんか自分の知らない世界だけどいけんじゃねみたいな感じのいう感覚にはなりやすかったみたいなのはあるんですかね。それはあります、すごいだから運良かったと思っていて、だから研究者技術側とその経営の本当に分かる会社のできる人が、ここの出会いってそんなにあるものじゃないと思ってるので、そこは運良かったなっていうのが思って、私の場合っていうパターンが1個ありましたという話ですけども、じゃあ西貝さんに話を移していきたいんですけども、それでいうとやっぱりね、裸一貫自分で起業しましたっていう道なんで、ちょっとここは同じ起業というカテゴリーの中でも若干対照的というか違いがあるなという感じますけども。
そうです。私が起業した選択をしたというよりもですね、はいこれやむにやまれずというわけでやらもないんざるを得ないですけど、これ以外に私がまともに生きていく道をいろいろ考えたけどもなかったっていうのがありまして、冷静に考えてみてください。私2016年に35歳で、それまで一切就職したこともなく、博士号を取って35歳の博士号をいきなり取った人が履歴書を送ってきても私でもすぐに弾きますよ。絶対御社でも弾くじゃないですか。はいはい、でかといって大学の研究者として35で博士号を取って、その博士の時にネイチャー2、3本出してたらともかく、私そんなに大した大したというとあれですけどもインパクトファクター高くない論文だったので、これでポスドクでさえ地方のところでギリギリかなっていうところだったわけなんですね。でそう考えるといろいろ探したところで、私構造生物学っていう分野なんですけども、その分野で起業してる人で、当時はあんまりいなかったんですよ。ヌレキ先生くらいで他にあんまりいなかったので、しかも農薬っていうのがいなかったので、もうここにかけるしかないと思って、かけたっていう感じのところはありますね。創業されたのが2018年の3月で卒業というか、学位取ったのが16年の12月なので、1年くらい農研機構でポスドク化してましたけども、当時の振り返ってみると大体こう2010どうだろうな5、6年前後ぐらいからやっぱりこのいわゆるスタートアップとか起業というものが少し脚光を浴びるようになってきて、資金の循環なんかも生まれて、結構ね投資家が投資をしてくれたりとかっていうこともね生まれやすい時代だったかなとも思いますけども、当時どうですか？そうは言っても別にまさにビジネス経験がないわけなんで、会社を作ることだって初めてだといえば初めてなわけですけれど、その辺はどうでした？やっぱり難しかったので、東大の当時エッジプログラムっていう起業家養成といいますか、プログラムがありまして、それに参加して、でその後1年間くらい、いろんなアクセラレーションプログラム当時でき始めたところに5つか6つ2ヶ月に1回くらい参加して、でブラッシュアップをして、で2018年の3月に特許とかを考えると、そろそろ起業しておかないとやばいなと思ったので、つまり農研企業単独の特許にはしたかなかったので、当社と私の会社との一緒に共感に絶対したかったので、それを考えるとなるべく早くしたいと。であと起業しないと取れない助成金もあったので、それで取ったっていうのはありますね。なるほどなるほど。でもさっきね、要は起業にしてもビジネスにしても分からんところに対していくつかのプログラムとかに参加しながら、ある程度そこでこう経験積んだりとか、もう耳学問でもやっぱ入ってくることによってなんとかするとかそうです。なんとかせざるを得ない。でも今は結構本はいっぱい出てますんで、なんだかんだ言っても100冊くらい企業関連とかなんかビジネス関連の本読めばなんとかなりますので、大体こういうもんかっていうね、100冊別に数学の読むのに数ヶ月かかる本を100冊じゃなくて、1日2日で読める本を100冊なので皆さんからすれば大したことないと思うので、それを100冊も読めば大体分かるとは思いますね。分かりました。ありがとうございます。じゃあ金子さんちょっと話移しますけれども、さっきパナソニックそんだけこだわって入って、2年で経営企画みたいな話もありまして、その後すぐ会社辞めちゃうわけですけれども、その辺のどうでしょう、キャリアの変遷っていうのは。そうですね、一番最初がやはりこう技術を突き詰めていけば幸せな未来があるんだろうと思って入ってですねやっていくと、意外に自分が付与されたテーマを突き詰めていっても商品化されないとか乗らないことがやはりあったっていうところで、乗らないんだっていうのがですね一番最初衝撃でして、これ私だけじゃなくて他にも皆さんいろんなテーマを持って研究されたりとか開発されたりしているものが乗ってかないんだったら、そこって何のためにやってるのかなっていうのが最初のすごい違和感でした。これすごいなんかモヤモヤしますみたいなことをですねもうちょっと賢い言い方をしてましたけどもはいこういろんな方に言っていると、そこの内容がたまたまちょっとこう PL ベースキャッシュフローの投資の運用ってところに含めてなんか引っかかって、なんか経営企画向いてるかもねっていうところで、たまたまその相談した方が副社長だったんです。そうなんです。でじゃあうちの部署来るかいっていうことで呼んでいただいて移動して経営企画に行きました。でその時に2回目の挫折があって、言ったらこう私は技術を突き詰めていけば幸せな未来が開けると思っていて、そういうメンバーがやっぱ研究者技術者として多数在籍している会社なんですけども、
経営企画に行くとやはりそこはちょっとまた別の世界があって、会社全体の経営を見た時にどうするのかっていうところと、やはりこう2019年とか20年あたりってコーポレートベンチャーキャピタル系の投資とか、手段としての M&A のコーポレートファイナンスみたいなのがすごく増えたタイミングだったので、経営企画行って最初の仕事っていうのがそのあたりをこうまず他の会社が何やってるのかソーシングするとかですね、それこそイベント行かせていただいていろいろ勉強するみたいなところからスタートした時に、これ専門性ないのに役立ちできないぞって思ったんです、でその時にこうどうしようかなとすごく悩みながら、ただ私なりには勉強してその時に経営学の修士も取ってさせていただいている時に、多分このまま行っても会社に対してしっかりと貢献もできないし、自分がやらなければいけないことっていうところもおそらく突き詰められないだろうなって思った時に、当時のベンチャーキャピタルの社長から「なんか転職しないの?」って声かけをいただきまして「いいんですか?」っていうところでですね入らせていただいて、でそこからがですね私は起業をする側ではなくて支援する側のキャリアになっていった。で最初こうパナソニックの経営企画の時も自分の専門性って活かせるのかしらって思ったんですけど、ベンチャーキャピタルに行くとちょうどディープテック系の投資の支援でエレクトロニクス半導体領域、あと私インバーターコンバーターあたりが専門だったんですけど、そのあたりのこうソーシングを含めてデューデイできる人っていうのがすごく求められると、ここで初めて自分が研究してきたことっていうのがなんかこうファイナンスの方向でも評価される世界ってあるんだなっていうふうに思いまして、一気にこう目線が広がったというところと、実は最初の方はずっと個に集中してたんですけど、それが少しだけ社会が開けていって、会社のトレンド、社会のトレンド、そもそもじゃあ技術動向からどういうふうにリンクしていくのかみたいなところにですねつながっていったっていうのが結構キャリア的には分岐点になったのかなというふうに思っております。なんかその学生時代とかその就職のタイミングでいうとやっぱりこう技術というものに対する非常にこだわりが強く、そこで飯を食っていこうと思ったんだが、やっぱりいざ入ってみた時に違うこう可能性というか、技術かけるビジネスだったりとか、その経営ってものだったりとか、なんか資本の効率みたいな話とか、いろんな要素がそこにつながるんだろうけども、それがつながってきた時にそれを拒むんではなくうまく受け入れるみたいな感じで、その新しい自分のキャリアを切り開くというか、そこをなんか入っていった感じがするなって聞いてて思ったんですけどね。まさにですね。なんでこうすごく一生懸命頑張っても評価されないなとか、なんかうまく回っていかないなっていう時代と、そこまで頑張ってがむしゃらに努力してるわけじゃないけど、こううまいこと何か評価されていくっていう感覚があった時に、これって多分今求められているものを意図せずできてるんだな、もちろんそれを意図的に設計されるキャリアを作っていく方もいらっしゃると思うんですけども、そういったところでこう何かしらの専門性を持っている方がちょっと違う領域に行ってその専門性を発揮できるみたいなことができると、なんか経験の複利が効いてくるんだろうなっていうのはすごく感じてます。なるほど、分かりました。ありがとうございます。という感じでそれぞれ皆さんの転機があったわけですが、ちょっと今日のねメインにもなってくるかなと思いますが、この研究×ビジネスの掛け算というところがですね、今社会的にもいろんな課題、もしくはテーマになってきているのかなというふうに思っています。でやっぱりこう研究が、さっきその役に立つ立たない議論がありましたけれども、一般論としてやっぱり役に立つべきであろうというふうにも言われつつあり、でそれがいろんなところからも求められるようにもなっておりっていうような、そんな時代感になっている、要は社会実装とかねっていうことをよくやっぱり意識される時代になってきたなと思って、でちょっとごめんなさい、順番変えてもう一回金子さんに聞きたいんですよ。でこれ金子さんの今の仕事ってビジネス支援だったりとか投資だったりとかっていう仕事なんですよねと。で特にスタートアップとかですね、新しいビジネスを作る人たちに対してそういったことをやっていくっていうのは金子さんの仕事なんですけれど、どうですかね、その僕がこの世界入ってこう10年15年こう見てる中でいうと、ちょっと昔だとアイデアがあれば起業できます、でちょっとやってみたら小銭儲かりましたみたいな起業家っていっぱいだと思うんですよね、主にやっぱスマホとかインターネット時代とかっていうのはやっぱそういう起業が成立する時代だったなというふうに思っているわけなんですけど、なんかもうそんなアイデア一発で解決できる課題っておおよそ社会で解決されちゃってる感じがしていて、もっとなんか深刻な複雑な課題が社会に山積していて、でもそれを放置してると下手すら人類滅亡すんじゃねみたいな、そんな時代になってるなと思っていて、っていう時に研究とかテクノロジー
リーというバックボーンがしっかりしてるっていう中でどうビジネスを作るかっていうことがやっぱり問われてると思うし、求められてるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、その辺今のこの世界を見てる中でどう感じてますか？ありがとうございます。改めて今仕事として人物金をどう張っていくとこの事業というのはうまく立ち上がっていくのかなっていうのを体系作っていくってことをお仕事でさせていただいてるんですけども、やっぱり私が実際学び始めてからの時間と今まだ10年も経ってないんですけども、例えばファイナンスの手法もどんどんと複雑化していきますし、例えばエクイティの投資のスタイルとか、じゃあ研究者初の起業家がパッと理解できますかっていうとやっぱり理解できないなと思ってます。で、私はもともと研究者からそうビジネスサイドに移動した時にようわからんなっていうのが正直な所感だったんですね。でこれ多分私がまたそれを難しい言葉でいっぱい話しても伝わらないし、そこが伝わらないということは新しい世界も作れていけないなってことはあるので、極めてシンプルに咀嚼してお伝えするというところと、どの研究段階だったらどういうふうなファイナンスの当て方がいいかっていう仮説も含めてお出しをさせていただくので、比較的研究者の方からはですねすごく分かりやすいし、今までなかなかうさんくさくてちょっとっていうふうに思われていたのが金子と話して少しちょっと世界開けた感じがするのと、この2つのオプションだったら今からちょっと勉強すればキャッチアップできそうなのでその部分教えてよとかっていうのはやっぱ私が研究とビジネス両方見てこれたからお伝えできることなのかなっていうふうにも思ってますし、逆にこれが全く研究しない方からするとビジネスだけでって話になりますし、だからその研究だけでっていうところでも片方の経験だけだとなかなか補完できないところがあるのかなというふうには思ってます。結城先生、今みたいな話を踏まえてご自身の経験も踏まえつつなんですけども、やっぱりこの研究とビジネス両方があるということの強みとかですね、それがやっぱり社会に対してどういうインパクトを出しているか聞いてくるか、その辺の観点でいかがですかね。ちょっとずれ違うかもしれないですけど、さっきだから研究とビジネス全然違う方向だと思いますって思いつつも、共通点として必要なものとして自分の考え方であるのと思ってるのが、さっきの課題を見つけて設定して、でそれに向かってどうやるかでそれが課題が違ったり、それによってやっぱり研究でやるべきなのかビジネスでやるべきなのか、多分手段だと思うんですよね、そっちのところ、なと思って最近は結構そういう整理してて、だからもう基礎研究のもう深い基礎の研究でも応用研究でも社会実装でもやっぱり人に求められるものってそこの課題見つけてきて、さっきのその設定するところでそこで共通点もあるんだなって分かったのはまた一個大きかったかなと思って、もちろんそうやって社会にここに役立つんですだからここに向かって研究するんですってやると結構研究費の申請書とかも書きやすくて、結構割と得意になってったんですけど、だからといってやっぱり基礎研究やる必要ないですでもなんでもないですし、でそのためにやっぱ今日学生さんとかなので博士大学院とかそういうので培うべき力ってやっぱそこかなと思って、課題見つけると決めるところで自分がやっぱこれを解決したいやりたいそこ決めたいなと、でそこに向かってじゃあ手段どれですかって言った時にビジネスでやらないといけない課題もあるし、研究で大学でやらなきゃいけない課題もあるし、なっていうことかなっていうのが私の最近の思っているところの整理です。だから両方やってみたからちょっと分かったかなって。ちなみにそのゼオライトっていう僕全然素人なんで分かんないですけど、っていうある種素材というかものがあるわけですよねと。っていうものとじゃあ今のそのダイレクトエアキャプチャーになって二酸化炭素をやってで要は脱炭素であるとかっていうようなでこれまさにこっちは社会課題じゃないですか、でこれって簡単につながるものなんですか。そのゼオライトを研究している時にどこまでこういったところに応用が効くんだとかなんかそういうので簡単に発見されるものなのかっていう感覚でどうなんですか。ダイレクトエアキャプチャーもっと言うと CO2 吸着って文脈では、ゼオライト多孔質材料は結構ストレートフォワードにつながるものではあったんですけど、で他にも技術いっぱいあるんですよね、でダイレクトエアキャプチャーやりたいってなった時にじゃあ現状どんな技術があってどこが強いのかなと思って調べた時に、私がどうせやるならこれゼオライトでやりたいなって言って一回調べてて、勝ち筋あるかなどうかなをずっと調べてました。なるほどなるほど。細かい話をちょろっとしちゃうと、ダイレクトエアキャプチャーで他に使ってるものって結構有機物とかが多くて、でゼオライトって無機物なんですけどゼオライトの方が丈夫なんですよね、だからで
今有機物のやつは調べていくと結構半年とか1年でこう交換しなきゃいけない、はいはい、そこのコストがかかる、はい、でもじゃあゼオライトいつもの使ってる感じ多分もっと交換しなくても済むよねって言ってこういろいろこう弾いてって勝ち筋そこに1個あるかなとか、なんかそういう感じで私はだから1個ゼオライトは自分の強みだったんで、どうせならまあ使えたらいいかなって言ってやってました。っていうようなこう思考回路というかが働いてそういうつながっていったってことですね。西ヶ谷さんのやられている農薬っていうのも非常にこう社会的には実用性の高いものというふうに見えるんですけど、もともと研究されてたそのテーマ領域と農薬っていうのはもうダイレクトにつながるようなものなんですか？まあ、私が始める前はそんなにダイレクトではなかったけれども、まあ、ダイレクトにつなげてやってるっていうようなところはありますね。そのつなげ方っていうのはなんか西ヶ谷独特のなんか思考回路なんですか？まあ、別の分、例えば医薬品とかではその考えが当たり前だったのに、農薬ではなぜか誰もやらなかったのを、私はなんでだろうと思って、これそのまま応用すりゃいいじゃんと思ってやり始めて、でそしたら意外と難しくて難しかったちょっと予定と違ったなと思ってるようなところなんですけど、そういう感じで、違う分野から借りてきたっていうのはあります。それは何ですか？そういう思考が得意だったのか、なんかひらめいたのか、誰かと話しながらとか、どんな感じでした？私の専門分野が先ほど言って理学部の専門って、特に実用のことを考えずに、しかも人間もその動植物も、微生物も、同じ生物だっていうような考え方の分野だったので、その対象がなんか植物だったり微生物だったりいろいろコロコロ変わってたので、でもなんで農薬のターゲットになる昆虫とかは同じように医薬とやんないんだろうなって思ってやればいいじゃんと思ったのがきっかけではあります。なるほど。っていうなんかちゃんとしたっていうと言葉語弊があるかもしれないですけど、やっぱこう研究技術のバックボーンがある会社としてこうビジネスの世界、企業の世界に入っていって、なんかその強みを感じることとか、やっぱそういうふうにやってよかったなと思う、なんかあります？こういう言い方もあれですけど、他社さんのテック系のベンチャーさんの創業のストーリーなんかがホームページに書いてあって、そこで一番なえるのが、ビジネススクールを卒業して何々大学のなんていう先生と意気投合したのでこの会社を作りましたっていうのがよくあるんですけど、それすごいなえるんですよね。なんでいや私は自分の博士課程の研究をそのまま実用化したいので、自分でやったのですけども、それもいいけれども、だからそういうのには負けたくねえなと思うんですけど、なるほどね。そういう意味でなので私自身が研究やってるので、つまり大学とあんまり共同研究してないんですよ。つまりこの分野で当社が研究で一番だと思ってるので、そんなに大学と共同研究する必要もなくてでうちで一応できるんですよ。なのでこういう言い方もあれですけど、大学の先生も論文出さなきゃならないと思惑があって、でどうしてもいろいろ調整しなきゃならないところがあると、でそれが必要ないっていうのが、私そんなコミュ力高くないので、そういう面倒なところは全部排除できて一応大学の先生は共同研究はしてますけど、主流じゃないところの、技術、新しい技術をちょっと得たい時とか、そういう時にやってるのがあります。なるほど。今のどうですか？大学の現役の先生として今の発言踏まえてどうでしょう？いやでもやっぱり今両方の立場やってるので、で会社として大学の共同研究をやって、で大学の立場で会社の共同研究を受けたり、どっちの立場もコロコロ変わってるんですけど、やっぱりうまいことをやれるといいなと思うのが、大学確かにそう論文出さなきゃいけないから、でうちはいつもだから大学の先生やるときにはもうこれはもう何年か先に跳ねてくれたらいいから、もうそれぐらいのところやってくれみたいなことでやってで、逆に大学側の時にこれ大学でやった方がいいねって、うちの分野とかだと今その CO2 の回収システム全体が CO2 どれぐらい削減できますかみたいな計算するときに、会社の宣伝でやるんじゃなくて、会社でも計算してるんですけど、大学のアカデミックの立場でしっかり評価したものでそれを論文に書くっていう、そっちのスタンスもやっぱ必要だなと思って、両方それぞれ求められるところが違うと。いや本当に確かに技術だけやったらもう自分たちでやった方が早いよとか、大学の先生やっぱり気の向くままにとか、学生さんをなかなか来ないとか、なんかいろいろあるとは思うんですけど、
やっぱり役割も求めるものも違うかなっていう気は、あと一つはですね、特にテック系ベンチャーの中では、むしろそっちが主流だと思うんですけど、大学と共同研究するとトータルの研究費が抑えられるので、大学をうまく使うんだっていう、ベンチャーさんもいらっしゃって、で自前でやるよりはね、うまくやってるところがあって、でそれにいい悪いかともかくとして、私はそれはちょっと一番自分たちのコアの技術の開発を他人に任せるのは面白くないな、経営者というよりも、研究者魂みたいなところでね、おもろいっていうね、というところがあって、経営者としても研究者としても、他人に任せるのは面白くないと思って、で自分のところでやってるっていうのはあるんですけど、それが伸びてないちょっとっていうのの原因かもしれないなとは思ってますので、ちょっとどっちがいいかは分かんないですけど、でも面白く生きてますよね。はい。会社側でコアなところを握らなきゃいけないのは絶対なので、間違いないですよね、そこはね。はい。でも大学で費用を抑えれるはちょっと看過できないです。大学側の立場では。でもなんかそれで言うと、なんか最近のその大学と企業の共同研究問題ってやっぱりそれはそれであると思っていて、僕みたいに企業で働いていて、で僕事業開発の世界で生きてる人間だと自分のことを思ってますと。で事業開発にある種対になる概念として技術開発とか研究開発という世界があって、要は企業でいう R&D 部門と僕らってビジネスデベロップメント部門なんで違うんですよと。でよく大学と研究するのってやっぱ R&D 部門の人は予算も持っていて、大学と共同研究しながら技術を磨いていくんだけど、企業の中で何が問題かというと R&D の技術からビジネスが生まれてないという問題で、そこで断絶しちゃってるねっていう話で、なんかそういうのってどうやったら乗り越えられるのかなみたいなこともあるし、事業開発系の人たちなんかもやっぱり大学との共同研究にどんどん入っていかないといけないんだろうなって感じてるんですけれど、その辺ってどうです？と思います。そこのコミュニケーション絶対大事だと思います。研究側からすると本当にこれができたら商売になるんだよって情報すごい欲しいです。でもなかなかそこを単独の人とか単独のグループじゃなかなかそこまでたどり着けないので、双方に情報いろいろひたすらに聞き役になるようにいろいろしてますけど、大学そういう時とかはどういうの欲しいですかって、うちの研究室で共同研究始めたのとかもこういうのもしあったら嬉しいですかって会社の人さんに聞いて、いやあったら嬉しいよっていうから、じゃあそれしようって言って大学生のテーマにとかするようにはしてるんですけど、そういう感覚がね、っていうところですよね。ちょっとじゃあこのテーマの最後、金子さんにもちょっともう一回振ってみたいんですけども、今のお二人のお話も聞いていて改めてどう思いますかというところで。そうですね、私専門が技術経営なので、今のお話でいうとなんか篠谷論みたいなところがターゲットの話になるかなと思ってます。篠谷ですね、技術成熟度で456あたりっていうところが篠谷だってよく言われるんですけども、ここが結局一定立ち上げするのに資本の力が必要だっていうロジックといいますか、議論が多数あります。で大学から立ち上げていくにはやはりそこに対してそもそも事業化っていうところに当て込めるようなお金の予見にはなってないので、なかなか入れ込めない。でだから今ベンチャーキャピタル含めてお金を出し手が大学にすごくアプローチをして出しに行こうとする。ただそこもあくまでそれを立ち上げるために数百億一社で出すわけにはいかないので、協調投資をする。でもそうなると関係者が増えすぎて論点も分散していって、それを全部コントロールするのなかなか専門性がないとそもそもわからない、っていうこと自体が今この立ち上げのところをある種大きな壁になっているのかなっていうふうに思ってます。で逆に大手企業の R&D の中でそれが生まれないのは、大手企業としてはそれを投資をするということに対しての単年の PL っていうところでなかなか 5 を出しづらいっていう事実もある、それをじゃあ単年 PL ではなくて10年後そこまで見越してっていうことがやりづらいっていうのも事実としてあって、それはそれを管理している方々は単年の PLBS キャッシュフローをしっかりと管理運営していって会社としての永続性を担保しなければいけないっていうミッションもあるからっていうところを考えたときに、今のお話をパッと聞いて全体像理解ができて、じゃあこの方々にはこういうコミュニケーションで当ててみよう、この方々にはこのコミュニケーション当ててみようっていうつなぎ役の動きができる人が本来必要なんですけども、やっぱりそれを全体見通せる人って少ない、なので結婚に戻るんですけど、両方、研究とビジネス両方見れていて、じゃあ研究者としては
こんなの分かってるけどできないんだよ、ビジネス観点で言うと分かってるけどできないんだよ、じゃあそれどういうふうにつなぐかっていうところは極めて重要かなと思いますし、おそらく今日ここに参加いただいている皆さんって本当にプロフェッショナルで、これから第一線で研究者にもビジネスマンとしても第一線に立てる方だと思うので、だからこんなところも含めて意識してこの後のキャリアを描いていただけるとすごく変わるんだろうなというふうに思っております。繰り返しなんですけど、あくまで今日っていうのはキャリアの考える場であって、起業を考えるとかなんか就職を進めるとか必ずしもそういうことではなく、こういった実例からですね、皆さんが考えていただくきっかけにしていただきたいというところなんですけれども、でもやっぱり研究とビジネスというもののこの距離感とか関係性みたいなことを何か頭の中に常に補助線的に入れながらそれを捉えていった方がやっぱり良い研究者にもなれるだろうしっていうことも言えるのかなというのを今の話を聞いて思いましたというところです。はい、で最後ですけれども、もうまとめに入ります。お三方からですね、学生時代の自分にあるいは今日来た学生の皆さんに対して何かメッセージ伝えるものがあるとすればということをですね、話していただきたいと思いますけれども、じゃあまた金子さんからお願いします。今やってることと少し違うことを見てみるっていうのがいいかなと思ってます。研究を普段やってる方だったらちょっとビジネスのじゃあ例えばファイナンスの本を読んでみようかみたいなところからでもいいんですけども、意外に知らない世界っていうのが自分のやってることとつながる関係性とか、そこって本当につながるのかしらってことをちょっと妄想しながら見ていただけるときっと広がっていくんだろうなというふうに思ってますし、それをですね、例えば1ヶ月に1つ専門外の書籍読むとかでもいいんですけど、1年間積み上げていけば12冊2年間24ってところで上がっていくと、ここの部分とここの領域ってすごくハマってるから、もしかすると異分野合流的なですね研究ってところに進化するかもしれませんし、はたまたお二人のように事業を作っていくって方に進化するかもしれませんし、逆に投資ってところに進化するかもしれませんし、無限の可能性を持っている皆さんなのかなと思っているので、その部分をぜひと思いますし、自分が学生時代にもう一回会えるんだったらそれ多分言ってるかなというふうに思ってます。どうせ1日2日で読める本だというしね。はい、じゃあ西貝さんお願いします。そうですね、今日来ていただいてありがとうございます。私もこういうようなセミナーに起業前にいろいろ出てネットワーキングもしたんですけども、特に意味はなかったのでぜひ皆さんに言いたいのはですね、とっとと帰って実験しろと言いたいわけですね。といっても浜の寿司があるのでそれだけは食って腹いっぱいにしてから実験をまだ7時マイナスので、これ12時24時くらいまでもちろん皆さん実験すると思いますので、企業の大変さはその程度じゃないので、ぜひもうてっぺん回るまで実験していってください。であとはそれ関連で言うとですね、皆さん博士課程修士課程あるいはポスドク方いらっしゃると思いますけれども、はっきり言って論文さえ出れば就職も有利です。これは本当に私就職の面接する側から言いますけれども、もう最初の足切り論文ですので、なので論文をちゃんと出してくださいと。でそれと同時にもう一ついいのが、助成金を皆さん書いてください。学信の年に1回だけじゃなくて、調べると学生でも月に1度くらい出せるようになるので、この助成金を出すというのが起業する場合でも会社に入る場合でも非常に重要になってきますので、この自分のやりたいことを文書化して、でしかも金も取れますので、これ重要なので、これがですねプロかアマチュアの研究者かの境になりますので、これを今日帰ったら助成金の何があるかってやって、もうどんどん書き出してください。でそれを皆さんにお伝えしたいです。意味がないっつったって声かければ来てくれるのが可愛いもんだと思いますけどね。はい、強いメッセージありがとうございました。じゃあ最後伊予木さんお願いします。学生の間にやっておいてほしいことは、私いつも言ってるのは、自分が何者ですかっていうのを言えるようになってほしい。だからその専門も何でもいいんですよ。でその何者ですかは何かと何かの掛け算でもいいですよ。他の人にないもの、自分はこれとこれが分かるこの人ですとか、これが誰よりもこの深く分かりますって何でもいいので、自分はこれですっていうのはやっぱり他の人にはないこの人なんですっていうのを持って、で次に何考えるかっていうと、自分が何やりたいか、10年後20年後とかで考えた時に何をしたいかで、それに向かって行くルートを考えると、やっぱその思考で行ってほしくて、
でそうするとだからそこの手段はさっきも途中で言ってたみたいに何でもいいと思うんですよね。やっぱり手段なので企業も大学のポストを取るも就職するも多分全部手段だと思うので、その自分の人生の目的に迎えるように手段を選べばいいのかなって、その選択肢を多くすればいいのかな。で途中でもうコロコロ変わってもいい時代だと思うんで、これから本当に一個の選択肢選んだものがそのまま一生何十年続くっていう時代じゃないと思うので、ある程度の期間でそうやってチューニングできるように自分の強みと持っててほしいなというのを常々思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今1時間弱やってきてちょうど時間になりましたので、このトークセッション以上とさせていただきたいと思います。またこの後、皆さん残っていただいての、トークテーブル用意してますので、ぜひご参加いただければと思います。それではどうもありがとうございました。皆さん拍手でお送りください。